こんにちは。イギリスオックスフォード在住の菜の葉です。数回に分けてイングランド南東部のカンタベリー、ドーバー、ライに旅行に行った時の様子をシェアしています。今回は旅行2日目ドーバーの様子をお伝えします。ぜひ最後まで見ていってください。ホテルをチェックアウトし、ドーバーに行くためカンタベリーイースト駅へ向かいます。カンタベリーイースト駅の周辺には城壁が残っていました。電車の時間に余裕があったので、駅の近くにあった丘にも登ってみました。見晴らしが良く素敵な時間を過ごすことができました。まさに早起きは三問の得という感じです。電車に乗ってドーバーへと向かいます。カンタベリーからドーバーへは電車で30分くらいです。今回の旅行はカンタベリー、ドーバー、ライの順に1日ずつ回るプランにしました。旅行2日目のこの日はドーバーを観光しました。ドーバーはイギリスで最もヨーロッパ大陸に近い場所にある港町です。ロンドンからドーバーへは電車で2時間くらいです。私たちはホワイトクリフとドーバー城を見て回りました。動画の後半ではヨーロッパ大陸に最も近づける場所へ向かう様子もお届けします。白いね、この駅も。ドーバーに到着しました。荷物を預けるため宿泊するホテルの前まで歩いてきました。なんか日本みたいな潮風って感じじゃない。あんまりしょっぱくないね。しょっぱい匂いがしない。磯の香りがしない。荷物を預けたので観光していきたいと思います。今回宿泊するホテルは海沿いにあるこちらのホテルを選びました。目の前が海なのでウキウキします。港もあり、ドーバーからはフランスのカレーやダンケルク行きのフェリーが出ているようです。貝が干上がって食われてるけど。本当だ、なんか海藻落ちてる。これからホワイトクリフという海沿いに広がる白い断崖に登ります。美しい白い崖はもちろん、ドーバー海峡を高いところから眺めることができます。天気が良いとドーバー海峡の先にあるフランスの大陸が見えるようです。晴れてはいますが、もやがかかっている感じがするのでどうかなと思いつつ進んでいきます。ホワイトクリフはナショナルトラストが管理しています。ビジターセンターがあり、そこから徒歩で20分ほど先にあるビューポイントに行きます。まずはそのビジターセンターを目指して歩いていきます。バスなどが通っていないので歩くしかないのですが、これがかなりきつかったです。体力に自信のない方は車やタクシー、バスツアーなどの利用をお勧めします。着いた。ここに行きたいんだよね。ここビューポイント。なんか多分この辺がさ入り口だよね。スタートって感じ。ここかエントランス。ここから20分。でここからあと20分歩くの。ビジターセンターで一休憩してから再び歩き始めました。見晴らしがすごく良く、大きい空が広がっています。すごいね。ここまで来てよかった。すげえ。全然景色違う。白いのがさこう溶け出してちょっと白くなってる。白っていうか茶色く海の色がね。あ、そうなの？白いのは石灰なんだって。すごい広大な土地だね。まあフランス向こう側が真っ白けっけなのはちょっと残念だけど、まあそういうこともあるよね。雨が降ってないだけいいわ。すごいね。違う？怖え。怖い怖い怖い。なんかあれだね、あっちだね。わすぐ下海だよ。こっちも結構溶けてますよ。
ほら。ドーバーはヨーロッパ大陸から一番近い場所にあるんですよ。フランスのカレっていう場所まで直線距離で34キロくらいなんだって。34キロ、近っ。だからそのヨーロッパ大陸からこう人が押し寄せてきたからどうしようみたいな、そういう脅威にずっとさらされ続けてきた場所なんだって、このドーバーっていう場所は。今行くドーバー城がこのドーバーを守ってきた場所なんだけど、ドーバー城が落とされる、攻撃されて墜落するっていうことは、そのイギリス本土が脅威にさらされるっていうことを意味してた。で、そういうことからドーバー城がイギリスの鍵っていう風に呼ばれていたんだって。そのフランスカレーとの距離が34キロなんだけど、そのドーバー海峡を泳ぐチャレンジっていうのがあって、記録に残ってる中で一番最初の人はイギリスの男性。1875年21時間45分で。1日で泳ぎ切れるもんなんだね。1日とか24時間以内に。眠いよね。エネルギー補給とかどうするんだろう。ね。ずっと泳ぎ続けてるとさ、体冷えるしさ、エネルギーないと、ね、死んじゃうじゃん。まさかね、海の水飲むわけないじゃん。魚取って食べて。それなんかチャレンジ違う気がするけど。違うチャレンジしてるような気がするけど。続いて奥に見えるドーバー城へと向かいます。こちらも基本は徒歩移動なので体力的にきつかったです。写真のオレンジ色部分はバスが通っていたのでバスに乗りました。バスを降りてから少しだけ来た道を戻ってチケット売り場に行きます。ドーバー城はかなり広くてじっくり見て回るには1日必要かもしれません。私たちは気になる場所をピックアップして見て回りました。ようこそ。こうやってさ、日本語がちょっと書いてあると安心するっていうか理解度がまた変わるよね。ここが入り口ですね。めっちゃ広いじゃん。朝から動き回ってヘトヘトなので、まずはお昼ご飯を食べました。ドーバー城にはレストランやカフェが3カ所あるようです。お腹が満たされたところでドーバー城を回っていきます。1世紀に建てられた灯台を目指して歩いてきました。ここに説明があるんじゃない？ほら、ローマン・ファロス。そう、ファロスっていう名前なんだって。AD43 って書いてある。西暦43年に建てられたんだ。ローマン・ライトハウス。ファロス。わかんない。灯台か。再建したんだ。ちょっと直したってこと？こっちちょっと入れるよ。中が見れる。違う。なんか確かに。なんでこんな。続いて敷地内で最も大きい建物に入っていきます。レインウォータータンクだって。雨水をここに蓄えて、あれなのかな。ここに蓄えて飲み水とかと水として使ってた。この建物はグレートタワーと呼ばれているようです。ヘンリー2世の時代に使われていたものが展示されていました。厨房と思われる場所もあり、この場所で生活している様子を感じることができました。着いた。タワーに登ってみました。ドーバー城全体を見渡すことができます。広いお城だよね。これ12世紀の建造物なんだって。12世紀 ?1100 年代だよね。だから、1000年前とか。こういうところに来るとさ、やっぱり時代は動いてるんだなって思うね。歴史の教科書あるけど、それって本当のことなのかなって思うけど、こういう場所に来るとね、本当にこう時代が流れてきたんだなって思う。最後に中世のトンネルに入ってみました。中は真っ暗でかなり怖かったです。通り抜けられると思ったら戻ってくるしかなくて泣きたくなりました。何が出てくるかわかんない。もう帰りたい。怖い。夜ご飯は宿泊するホテルの近くにあるシーフード料理屋さんに行きました。外装からとても素敵でした。店内は天井にいろいろなものが飾ってありました。
はい、乾杯。美味しい。ビットバーガー。そう。あ、ここに書いてあるんだ。初めて見たからさ。あ、そうなんだ。んワイルドなおじさんも書いてある。なんかすごいね。飲み物って感じしないんだけど。どんな感じする？バーベキューって感じ。バーベキューって感じ。なんかちょっと煙を吸ってる感じがする。苦いからかな。ツナステーキなんだけど、あ、ナスとか入ってていいね。ご飯付き。こっちがシーフードスパゲッティ。美味しそう。いただきます。なんか結構味はマイルドって感じ。なんだろう、チーズが効いてるのかな。チーズの。ツナステーキって日本じゃ食べないからね。あ、なんかほんとケバブみたい。美味しい。ご飯も美味しいね。うまい。ちょっとスパイシー。一日歩き回ってヘトヘトではありますが、最後に Google マップ上で Closest Point to France と書いてある場所へ向かいます。文字通りフランスに一番近づける場所だと思います。ただ、ストリートビューを配置することができず、そこまで歩道が伸びているのか心配ではあります。とりあえず地図を見ながら向かっていきます。ちなみに、この時は夕方の7時を過ぎていました。冬は夕方4時頃には暗かったのですが、季節が変わって日が伸びてきています。あら、いけない？これいけねえな。ペデストリアンアクセスって書いてあるから。あ、ほんとだ。歩行者はあそこ左行くの。あ、いけるのかな？でもセキュリティチェックさ、もう人いないよ。もう入れないね。じゃあ、今日はもう行けないけど、行こうと思えば行けるんだね。行けない。というわけで、クローセストポイントフランスへは時間が遅かったせいで行くことができませんでした。セキュリティチェックポイントの営業時間などは記載がありませんでしたが、夕方4時か5時くらいまでは営業しているのではないかなと思います。いつかリベンジしたいです。そして結局、この日はフランスの大陸を見ることは叶いませんでした。しかし、翌朝にホテルから海を眺めてみると、うっすらと大陸が見えました。海の目の前のホテルにして正解でした。この動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。次回の動画では旅行最終日、ライの様子をお届けします。面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なのはでした。